慶應義塾大学大学院理工学研究科環境科学研究室修士1年岡本拓馬です。私が取り組んでいるテーマは、細胞暴露による地下鉄構内にて採取された粒子層物質の有害性評価です。 PM2.5 と聞くと自動車の排気ガスや工場のవై煙など地上で存在しているものと思われがちかもしれませんが、私たちが生活の一部として利用する地下鉄駅でも粒子層物質による健康影響が近年懸念されております。なぜ地下鉄駅構内で粒子層物質が多く存在しているかといいますと、鉄道の運行の際に車輪とレールの摩擦やブレーキシステムの摩擦など、主に鉄成分の鉄道部材が摩耗していることが原因として挙げられます。また地下鉄駅は半閉鎖的空間であるため、効率よく空気が循環できないため、発生した粒子がその場にとどまり続けてしまう傾向があると考えられます。そのため地下鉄の運行頻度の高いラッシュ時には地上の PM2.5 濃度のおよそ5倍と高濃度であることが以前の実測定から分かりました。そこで私は細胞暴露の手法を用いて、地下鉄駅に存在する粒子状物質が人体にどれほど悪影響を及ぼすのか現在研究を行っております。今回は細胞暴露実験の様子をお見せしたいと思います。はい、こちらが CO2 インキュベーターでして、この中に細胞があります。ここで今回は A549 細胞といわれる肺がん上皮細胞を用いて暴露実験を行っていきたいと思います。はい、先ほどの A549 細胞をこちらの12ベルプレートにハッシュをします。そして今回はこちらの3つの資料を使っていこうと思います。あらかじめ培地、細胞の栄養素の培地なんですが、それと懸濁させた粒子をこのように作っております。はい、これから細胞の様子を顕微鏡で観察していきたいと思います。こちらはコントロールといいまして、粒子を何も暴露してない状態の細胞の様子になります。このボコボコしている一個一個が細胞になっております。特段変化がないことが見受けられると思います。はい、こちらは CRM28 という環境標準物質を暴露したものになります。先ほどと比べると細胞一個一個の様子というのが見やすくなっていて、その中でもこのような黒くなっている細胞があると思うんですけど、こちらが鈍色といいまして、細胞の中に粒子を取り込んでいる状態になります。はい、私が環境科学研究室を選んだ理由は、研究テーマの広さに魅力を感じたからです。 PM2.5 をはじめとした粒子状物質における健康影響を生物学的であったり科学的であったり地方学的であったりとか多角的にアプローチできる環境が整っており、協力しながら研究を進めることができると考えたからです。2つ目は現在の研究をしたいと強く思っていたからです。私は以前から地下鉄駅で駅員のアルバイトを行っております。手袋をつけて業務をしているんですけれども、業務終了後には手袋が汚れていたりとか、鼻をかむとティッシュが黒くなっていたりとか、以前から人体への健康影響を懸念しておりました。そういったアルバイトの経験を生かしながら研究を行うことで解決の一助になれると考えたからです。最終的には国内外の地下鉄の利用者や駅で従事される方々が快適に地下鉄を利用できる空間を構築することが私の目標であり使命であると考えております。研究室のいいところは先輩後輩の壁がなく、また先生とも気軽に話すことができ、仲が非常にいいところだと思っています。研究に行き詰まった時には先輩後輩からずサポートしてくれる研究室の仲間がたくさんいます。また飲み会や旅行などプライベートな時間を共にすることも多くあり、研究もプライベートも両立した非常に良い研究室だと自分は自負しております。